ラップを軽くかけて、八百屋さんのおすすめに従って2日以内で食べきるようにして、おからパウダーはフィリングを固めにするために無駄にはしないですよ。深くするためにブライン液につけておきます。冷凍しておきます。サンドイッチにも使いました。ごきげんよう、すままです。今回は帰宅後ルーティンです。野菜やお肉を下処理して保存します。チャンネル登録もお願いします。保存作業はキッチンがクリーンなうちに生野菜を処理していきます。まずはフリルレタス。一玉は洗って、もう一つは濡らしたペーパーを芯に当ててレジ袋に入れて野菜室で立てて保存です。きゅうりとズッキーニの保存と下ごしらえです。きゅうり2本は板ずりしてから乱切り、コンテナに入れておきます。片方にだけ塩を振ります。スライスしたきゅうりは酢の物用なので塩を強めに振ります。すぐに使わないきゅうりはキッチンペーパーにくるんでからポリ袋に入れ野菜室で立てて保存です。ズッキーニ1本をスライスして塩を軽く振っておきます。これはサラダやサンドイッチに使います。意外に知られていないようですけど、ズッキーニは生でも食べられます。でもあまり大きくないものですね。大きいのは火を通すととろっとするので煮込み向きだと思いますが、八百屋さんのおすすめに従って私はいつも手を広げたサイズくらいのを選んでいます。それとズッキーニは苦いのに当たったら食中毒の可能性が高まるので廃棄した方がいいそうですよ。半月切りにしたズッキーニ1本は耐熱容器に入れて塩昆布を入れます。ついでにきゅうりにも塩昆布をかけておきます。マステをラベルとして使っています。そして戻ってツナ缶とごま油をかけて混ぜます。ラップを軽くかけてレンジで2分混ぜてからもう1分チンします。冷ましたら冷蔵庫へ3日くらいは持ちます。すぐに使わないズッキーニは縦割りと半月切りにカットしてからジップバッグに入れて冷凍します。凍ったまま調理します。発芽大豆サラダを作ります。人参ときゅうりを千切りカッターで切ります。発芽大豆を入れます。エンジェルスイートトマトはなるべくゼリー部分が出てこないようにへこんだとこにナイフを入れて切ってます。上から見ると分かります。ピエトロドレッシングをかけて混ぜておきます。2日以内で食べきるようにしています。バゲットをカットしている間にゆで卵を作っておきます。バゲットは目的に応じた3種類のカットにしています。消費期限までに食べられない分はいつもなら冷凍しますが、今回は冷凍しませんでした。夜が明けてしまったので朝食の準備に取り掛かります。ズッキーニと DHA フィッシュソーセージを炒めます。その間に目玉焼きとバゲット、サラダを盛り付けます。目玉焼きはエッグベーカー、レンジでもできるので便利です。炒め物の味付けはジョニーズシーズニングソルトです。はい、朝食です。タルティーヌ用の卵フィリングを作ります。ゆで卵とおからパウダーとペイザーのドレッシングを混ぜます。おからパウダーはフィリングを固めにするために入れてます。ドレッシングがパンから垂れないようにね。タルティーヌはトーストしてからバターを塗り卵フィリングを乗せたもの。ズッキーニと魚肉ソーセージとエンジェルトマトとモッツァレラを乗せてから焼いたものの2種類です。右下のはつくおきのズッキーニと塩昆布とツナのレンジ蒸しです。そしてアルトバイエルンとエリンギのマスタード&ケチャップ炒めです。半分に切ったアルトバイエルンと乱切りのエリンギを炒めたらマスタードとケチャップを絡めて出来上がりです。残ったアルトバイエルンは半分に切ってからジッパーバッグに入れて冷凍しておきます。これはお弁当用ですね。エンジェルスイートトマトは洗って水気を拭いてからキッチンペーパーを敷いたコンテナに入れていきます。間にペーパーを挟みつつ重ねていきます。これは野菜室ではなく冷蔵庫の方が長持ちします。このキッチンペーパーは取っておいて掃除や油の廃棄などに使っています。無駄にはしないですよ。鶏胸肉の下処理に取り掛かります。鶏胸肉は炒め用にそぎ切りします。2枚はコンフィ用に観音開きにしてクレイジーソルトを振ってから水分を拭き取りポリ袋に入れます。皮は刻んでラップに包んでから
ジップバッグに入れて冷凍しておきます。後日油でカリッと揚げておつまみにします。炒め用の鶏胸肉は柔らかくするためにブライン液につけておきます。ポリ袋に入れて4時間以上浸します。コンフィ用のポリ袋にはオリーブオイルも入れ、空気を抜いて袋の口を縛ります。この後低温調理をします。お昼ご飯を作ります。鶏胸肉とズッキーニのシーズニングソルト炒めです。鶏胸肉の水分を拭き取ったら片栗粉をまぶします。油をひいたフライパンで鶏胸肉、玉ねぎ、ズッキーニを炒めてジョニーズシーズニングソルトを振ります。はい、昼食です。右奥のはきゅうりとわかめとヘンプシードの酢の物です。オーストラリア産人参を保存していきますが、その間に鶏肉に使うお湯を鍋で沸かしてオイル漬けの鶏胸肉をポリ袋ごと入れて低温調理します。2時間ほどシャトルシェフに入れて保温します。人参は洗ってから水分を拭き取り、ヘタと先端を切り取ります。1本ずつラップします。全部で14本入ってました。ジップバッグに入れて野菜室で保存です。1ヶ月くらい持ちます。シャトルシェフから取り出した鶏肉は氷水で急冷してチルド保存しておきます。すぐに食べる場合は冷やさなくていいです。食べる前に皮目を焼きスライスします。今回はサンドイッチを作ります。バゲットにナッツバターを塗り、チーズ、フリルレタス、鶏胸肉のコンフィをのせ、レーザードレッシングをかけました。マロンドールかぼちゃの調理に取り掛かります。マロンドールを2つとも洗ってから水分を拭き取り、それぞれ4つに割り種を取っておきます。とりあえず定番のかぼちゃの煮物から作ります。レンジ調理用の鍋にかぼちゃ4分の1個を食べやすい大きさにカットして面取りをしてから入れていきます。調味料もすべて入れます。蓋をして500ワットで8分。様子を見てさらに2分追加でレンチンしました。これはサラダ用です。硬いところを削ってポリ袋に入れてからレンチンします。ビストロの茹で白菜モードでやっています。その間にかぼちゃの追いマヨ炒めを作ります。かぼちゃは炒め用にスライスします。DHE 入りフィッシュソーセージは斜め切り。ピーマンは太めの千切りです。かぼちゃに火が通ったらフィッシュソーセージとピーマンを炒めます。味付けはオイスターソースとマヨネーズ、それぞれ大さじ1ずつぐらいです。これは晩ご飯で食べなきゃかな。ホクホクしたかぼちゃなので食べ応えがありました。食べきれなかった分は冷蔵します。チンしたかぼちゃを冷ましている間にきゅうりをスライスして薄めの塩水に浸しておきます。すぐに使わないかぼちゃは煮物用と炒め用の2種類のカットにしてジップバッグに入れて冷凍します。使うときは凍ったままで大丈夫です。鶏とかぼちゃの粒マスタードミルク煮を作ります。これは調味料も入れてからパックして冷凍しておきます。かぼちゃは 2,3 センチくらいの角切りで面取りをしておきます。鶏肉はそぎ切りしてからクレイジーソルトをかけ水分を拭き取ったらポリ袋に入れます。玉ねぎはくし切りです。調味料すべてを入れてなるべく空気を抜いて口を閉じます。フードセーバーを使っていますがジップバッグで大丈夫です。冷凍しておきます。解凍してから低温調理にします。シャトルシェフで2時間くらい放置です。粒マスタードなので辛くはないです。酸味が効いています。これは唐揚げ用です。味付けしてからパックしておきます。レンチンしたかぼちゃが冷めたら皮を剥き容器の中で潰します。水分を切ったきゅうりとゆで卵、クレイジーソルトとブラックペッパー、マヨネーズとマスタードを入れてよく混ぜます。
サンドイッチにも使いました。バゲットに DHA フィッシュソーセージとかぼちゃサラダを挟みます。昼食は2種類のサンドイッチです。今週のルーティンはだいたいこんな感じです。レシピの材料は概要欄にも載せておきます。ご活用ください。最後まで見てくださりありがとうございました。